お疲れ様です。お疲れ様です。今回は、ヒトラー総統率いるナチスドイツの国防軍が開発した、市街戦での戦闘を想定した自走する歩兵法である、33B 突撃歩兵法を解説する。突撃歩兵法とはまた勇ましい名前だな。まず、突撃砲っていうのは、ドイツ国防軍が運用した、全高の低い自走機能を持った火砲であり、基本的には砲兵科に所属する兵器だ。しかしながら、33B 突撃歩兵法は、歩兵科に所属するというややこしい管轄なんだ。戦車兵科とか機甲科じゃないの。歩兵科なんだよ。これは非常に役所的な話なんだが、兵器をめぐるいわゆる管轄争いが軍部内ではよく生じる現象で、例えば砲兵科に所属する突撃砲についても、第二次世界大戦も終盤になると、装甲兵総監という要職に就いたグデイリアン将軍が、突撃砲を装甲兵の管轄に収めようとして、砲兵科と戦闘を繰り広げたという経緯がある。また、戦前に日本陸軍でも同様の管轄争いの問題があり、いわゆる自走砲的な戦闘車両について、機甲科は砲戦車と呼称し、砲兵科は自走砲と称するなど、兵科間でバトルを繰り広げた経緯もある。ややこしいな。戦前に日本陸軍における砲戦車、一式砲戦車の解説は以前当チャンネルでアップしているので、URL を概要欄に貼っておきますのでご興味のある方はどうぞ。また、1号戦車から始まる、2号戦車、3号戦車、4号戦車、ポルシェティガー、さらにはヘッツァー駆逐戦車から4号突撃砲など、ドイツ国防軍の機甲戦闘車両シリーズの再生リストは、概要欄に URL を貼っておくので、ご興味のある方は良ければご覧ください。最近は野戦防空を遂行する対空戦車も扱っております。というわけで、33B 突撃歩兵法の解説をしていくよ。まず、33B 突撃歩兵法の開発経過について語る上で、外せない自走式の重歩兵法がある。自走式の重歩兵法。その名は、1号自走重歩兵法だ。正式の名称に即して言うと、15センチ33年型重歩兵法自走式搭載1号戦車 B 型となる。正式の名称が長いため、本動画では1号自走重歩兵法と呼称させていただきます。1号自走重歩兵法は、ラインメタル社が開発を担当した歩兵法である15センチ CG33、すなわち重歩兵法33年型を搭載した、歩兵を火力で支援することを目的とした、自走する歩兵法だ。後述する重歩兵法33年型は、その威力は申し分ない代物だったんだが、何せ重すぎて人力等での運搬が困難だったため、機械化による運搬方法、すなわち自走法にしてしまおうという案が浮上した。その結果誕生したのが、ドイツ国防軍における初期の自走する歩兵法ともいえる、1号自走重歩兵法だったわけだ。そして1号自走重歩兵法が先駆けとなったのは、戦車の車体を有用して、自走する歩兵法を製造した点にある。ドイツ国防軍が後年好んで使う手法だな。そして、ドイツ国防軍が戦車、突撃砲などの車体を有用して歩兵砲などの火砲を自走砲化する優位性を認識し、この流れの中で生まれたのが、本動画の主役である、33B 突撃歩兵砲だ。さっきから何回か出てきてるけど、歩兵法ってそもそも何なの？歩兵砲っていうのは、一般的には、火力によって味方の歩兵に対し直接的な支援を行うべく開発された、歩兵の運用する火砲を指す。歩兵の進撃に随伴して、砲兵に頼らずに、歩兵の携行する火器では対応できない目標に対し、攻撃を加えるのが主な役割だ。さて、33B 突撃歩兵砲の開発がなされた経緯についてだが、その直接的な要因は、独ソ戦だった。大体はエルサイユ体制か独ソ戦なんじゃないか。ドイツ国防軍の機構関係の車両の開発端緒って。独ソ戦で苦戦を重ねるドイツ国防軍に業を煮やしたヒトラー総統は、スターリングラードなどの市街戦で有用な、効果的にソ連兵を撃退できる新型の戦闘車両の開発を下令した。戦車や突撃砲とはちょっとコンセプトが違うね。そこで着目されたのが、先ほども少し言及した、15センチ CG33、重歩兵法33年型なんだ。重歩兵法33年型は、歩兵連隊に配備された歩兵砲だが、歩兵砲の範疇においては、その威力たるや絶大で、
歩兵の直接支援に重宝された歩兵砲だった。しかしながら、威力を重視して開発がなされた結果、軽快な運搬はおよそ不可能な重量になってしまった歩兵砲でもあったので、ドイツ国防軍は、独ソ戦の市街戦において、この重歩兵砲33年型を自走砲にしてしまえば、ヒトラー総統のご意向に添えるんじゃないかと考えた可能性がある。苦労するな、総統殿の部下たちは。ドイツ国防軍からの発注を受けたのは、アルケット社だ。アルケット社が車体のベースに選定したのは、3号突撃砲だった。3号突撃砲は、ドイツ国防軍の主力戦車たる3号戦車の車体をベースとして、当初の想定としては歩兵の支援を目的とした、砲兵科に所属する戦闘車両だ。3号突撃砲もヒトラー総統の発案かね。3号突撃砲の開発の生みの親は、後年には西方電撃戦で名を挙げることになる、マンシュタイン元帥だ。開発時の階級は盛んだけどね。ここで、33B 突撃歩兵砲の構造的特徴について話をしておこう。33B 突撃歩兵砲の最大の特徴としては、その装甲の厚さだ。見た目的にもごついな。開発に伴うそもそもの要求として、ドイツ国防軍としては、3号突撃砲の車体を有用すると同時に、その装甲を増強するよう求めていたので、33B 突撃歩兵砲では、車体の装甲板が増強されている。また、戦闘室はシンプルな設計で、いわゆる箱のような形状をした形となっている。被弾軽視はあんまり考慮されてないのかもね。手法は対空戦車みたいに90度近く上を向いたの。いや、歩兵砲だからそういう設計にはなっていないんだ。上を向かせるにしても25度が限界だったようだね。なお、画像だとわかりにくいが、手法である重歩兵砲33年型は、やや中央右の部分に配置されている。そして、33B 突撃歩兵砲には、副武装としてはおなじみだが、戦闘室の左側に MG34 機関銃が装備されていた。アルケット社は、ドイツ国防軍からの特艦的なスケジュール要請によく応え、3号突撃砲の車体を有用した、33B 突撃歩兵砲の開発に成功。複数の車両をドイツ国防軍に納入した。ドイツ国防軍は 33B 突撃歩兵砲を直ちに東部戦線に配備し、スターリングラードでの市街戦に投入した。このスターリングラード攻防戦は、独ソ戦の転換点となったとも言える激戦だ。工業都市スターリングラードにおいて、大規模な市街戦が展開されたが、ナチスドイツ側は当初優勢に戦闘を進捗させたものの、ソビエト連邦軍の物量に物を言わせた猛反撃を食い、最終的にはドイツ陸軍の第6軍が包囲され降伏に至った戦闘だ。ドイツ国防軍にとってスターリングラードの戦いは結果的に悪夢だったけど、33B 突撃歩兵砲も全部露獲されたのかな。いや、回収に成功した車体もあったので、そのまま独ソ戦で活躍することになる。以上の通り、33B 突撃歩兵砲の解説をしてきたが、戦車や航空機を中心にした本チャンネルの機構情報5チャンネルだけでなく、大日本帝国陸軍や特別高等警察、ドイツ国防軍の軍人、作戦、教育などの解説チャンネルである、秋田号というチャンネルもやっているので、概要欄にリンクを貼っておくので興味のある方は機構情報号のチャンネル登録だけでなく、秋田号もご覧ください。画像の動画は、作戦の神様とまで称されるほど作戦立案能力が評価される一方、幕僚統帥の権下として指談もされている、紀予方編の軍人、辻正信について、日ソ両軍が激突したノモンハン事件の視点から解説をした動画です。一回の陸軍士官にして作戦参謀である辻正信が、関東軍という巨大部隊を引きずり回し、スターリン元帥率いるソビエト連邦軍に戦闘を挑んで、激戦を展開する過程から、辻正信という参謀が、どのような軍人だったのか検討しております。大本営参謀時代も皇帝と指定の評価が混在する、ある意味得意な陸軍軍人だな。ここまで見てくれた人、ありがとう。機構情報号と秋田号のチャンネル登録をよろしくお願いします。